はい、皆さん、こんにちは。里芋です。今日はオープニングは、いつもね、録音したものを使っているんですけども、今日は、演奏してみました。同時録音で、多重録音でしてるので、和音とか出るんですけど、今日は、一本だけなんでメロディーだけだったんですけどもね。はい。ということで、今回は、里芋はですね、実は、あまりご存知ない方もいるかもしれませんけども、このホルンという楽器、これのプロの演奏家として、群馬の交響楽団で演奏しております。で、YouTube の方はですね、僕は車好きっていうのは講じて、今乗っている車を皆さんに知ってもらいたいということで、撮ったり、公開してね、いるんですけども、本当はこういうのの演奏家をしてるんだよという、ことです。で、たまにはね、こっちの本業の方の、動画も上げていこうかなというふうに思っています。とは言ってもね、演奏自体というのは、他の方もたくさん演奏してますので、僕の方はね、ちょっとした、プチ情報、ちょっとした、知ってるといいかなっていう情報をね、長年演奏をしてきている中で、僕がね、発見したというか、考えた、プチ情報がありますので、その辺を紹介していこうかと思います。なので、かなりマニアックな、情報かもしれません。ただ、ホルンをね、演奏している方、プロ、アマ、問わず、ホルンを、楽しんでいらっしゃる愛好家の方々には、ちょっといいかなという、情報なんかをお話ししていこうと思っていますので、限定的かもしれませんけども、動画を作っていきたいと思います。これからもね、いくつかまだネタがあるので、それを皆さんにお話ししていこうかなと思っています。ということで、今回はその第1弾目です。皆さん、この楽器、ね、これは、エンゲルベルト・シュミットという、ドイツのホルンメーカーの楽器なんですけども、これは、金管楽器、木管楽器も多少使うかなとは思うんですけども、金管楽器というのは、音程調整のためにスライダーがついています。ここだとかね。特に僕の楽器はフルトリプルという楽器でですね、かなりスライドの部分が多いです。14箇所スライドがあるんですね。すごいたくさんのスライドがついています。で、例えばここなんかでもこうやってね、音程調整するため、もしくは楽器を演奏していると水が溜まってくるんですね。その辺の話もまたね、おいおい話していこうと思いますけども、こういうやっぱりスライドの部分というのは、金属と金属が直接こうやって擦れ合ってるんですね。なので、そこの間にグリスというのを乗っています。オイル、油、石油なんでしょうね。そういう感じのものを、この隙間に塗っているんですね。で、普段、やっぱりこれ、使っているとそのグリスが落ちてきてしまうので、スライドグリスというのを塗っています。僕はですね、こういう、ヤマハです。ヤマハから出ているスライドグリス。いくつか種類があると思うんですけども、例えば、これですね。こっちとこっち。色が違いますよね。こちらの方、ですね、このヤマハの製品っていうのは、これ、シンセティックって言いまして、100% 化学合成の、グリスですね。大きさが同じね。で、こちらはですね、比較的ノーマルなタイプ。こちらがですね、ウルトラハードという、名前がついています。触ってみると、こっちの方が柔らかい。こっちの方がね、すごく硬い。という感じのグリスを使っています。里芋のこの楽器はもう、ですね、これは2010年に買って使っていますので、もう14年、15年目の楽器ですね。
で、そうしますとね、だんだんね、使ってるとね、結構スライドがやっぱりどうしてもね、減ってきちゃう。そうすると、スカスカになってくるんですね。まあ、そのために、グリスも塗っているんですけども、隙間が空いてしまうと、やっぱり気密性が、損なわれてしまうということで、まあ、そういう意味でも、スライドグリスというのを使っています。でね、本題なんですけども、このグリス、特にね、このウルトラハードっていうグリスなんですけど、本当に硬いんですよ。ちょっと中見てみましょう。まあ、見てもね、あんまりわかんないかな。ちょっとこっちと比べてみましょう。あ、ごめんなさい。こっちほとんどないですね。普通のタイプと、ウルトラハード。触った感じもね、もう全然違うんですね。で、まあ、通常でしたらこっちの普通のタイプの方がいいんですけども、やっぱりなんか、ずれ落ち防止だとかっていう意味も含めて、僕はこのスーパーハードを使っています。でね、スーパーハードのこのグリスをさっきのこの部分ですね。この、抜いたスライドの部分。この部分にグリスを塗っていくわけです。ね。そうすると、まあ、普通に、つけていくと、まあね、状態が保てるんですけども、これがね、なかなか硬い。で、普通のグリスを使っていてもですね、まあ、大体こういうのって、指で取ってつけるんですね。つけて馴染ませるという感じですけど、この付け終わった後の指、皆さんどうしてます？結構大変じゃないですか、落とすの。ね。それで、今までも僕もそうだったんですけども、まあ、付け終わった後に洗面所に行って、石鹸でこう洗います。こういったね、特にこういう感じで洗うんですけども、もう大丈夫かなと思って、洗い流して拭いてみると、まだちょっと残ってる。なんてことありますよね。どうしたもんか。ね。もうこれはでも残っちゃってるのしょうがないかなって今までは思っていたんですけども、ちょっとこれ発想の転換です。ですね、こちらがスライドグリス。そしてこちらがね、バルブオイルですね。里芋はですね、ロータリーオイルではなくて、バルブオイルを使っています。これは本当ピストン用ですよね。とてもサラサラとした、液体です。で、やっているのは、漬け終わった後、ネバネバのところがありますよね。ここに、バルブオイルを一滴垂らして、こうやって擦るんですよ。ね。韓国のスモールハートじゃないですよ。そうすると、グリスがね、溶けてしまうんですよ。で、溶けたものをティッシュで拭き取るとね、もうだいぶグリスが落ちています。で、その後で石鹸で手を洗うと、ほぼ完璧に落ちます。これ結構ね、発見、まあ皆さんやってる方いるかもしれませんけども、発見なんですね。グリスをついたまんまの指を石鹸で洗うのと、バルブオイルをつけて、サラサラに溶かした状態で洗うのとでは全然落ち方が違うんですよ。で、これもね、先日、仕事仲間というか、同じ楽器の人たちでちょっとした話したときに、みんな知ってるなんて話して、ちょっと教えたら、あ、そんなの知りませんでした。すごいですね。なんていう話になりました。ね。なかなかのね、ネタだと思います。で、なぜこれがこれを分かったかなっていうのは、この楽器。ここにはロータリーといって、空気の通る道がまっすぐ行ったりとか、90度曲がったりとかして、押さえると少し伸びて、離すとそこが、ショートカットされるという通り道になってるんですね。で、ここの部分には、ここをね、開けて、バルブオイル、もしくはロータリーオイルというのを刺すんですね。で、あと裏側にも刺したりします。そうした時とか、あとはまあ定期的に、里芋の場合は、里芋って別に言わなくていいですよね。ですね、私、竹村淳二と申します。はじめまして。ホルン奏者の竹村淳二です。僕の場合はですね、ここに、バルブオイルを刺しています。とってもサラサラ。ロータリーオイルの方がちょっとね、ネバッとしてるかもしれませんけども、そういうのをつけて演奏していると、もちろんここから、この伝って下の方に
オイルが降りてくるんですね。そうすると、ここにあるスライド、ここのグリスというのが攻撃されて、すぐ溶けてしまうんですよ。なので、ここチューニングスライドをこうやって動かしたときに、もうグリスがないと、カツッ、カツッとかこうなってね、うまくいいとこに、調整できない時があります。で、それはやっぱり、ここに入っているバルブオイルが溶け出してしまって、グリスを溶かしてしまう。ですね。これ難しいですね。この、ちゃんとオイルを刺したいんだけども、でもグリスもちゃんと塗っておきたい。ね。オイル刺すとグリスがなくなってしまって、またここを拭き取ってきれいにつき直して戻す。そうすると今度はここの、グリスがね、楽器を入れてると、ケースに入れてるとね、こういう形で入ってるので、どうしてもグリスが落ちてきやすい。そうすると、グリスが今度ロータリーに溜まってしまって動きが悪くなるというね、まあ悪循環になりますよね。そういうことがあって、まあね、同じ、オイルからできているものなので、やっぱりその二つが出会ってしまうと、まあ、どうかな。どちらかの粘土の中間にそこに行ってしまう。ということはやっぱりグリスとしてはもう機能しなくなってくるんですね。なので、どうしよう。その時に、思ったのが今の、考え方です。なので指についたグリスというのを、バルブオイルを刺すことによって溶けてサラサラになります。そこで手を洗う。そうするとね、本当思ったよりも、早くグリスが落ちるので、これ皆さん、グリスをつけた時にね、なかなか指が落ちないなっていう時なんかは、ぜひ試してもらいたいと思います。もう僕もこの方法で、グリスをつけた後っていうのは必ずこうやって、バルブオイルを刺して、溶かして、それから手を洗うことにしてます。うん。どうしてもね、グリスがついたまんまこう演奏するのってちょっとなんか嫌ですよね。別に、悪いことはないんですけども、ちょっとネバネバした状態がついているので、あまり気持ちよくない。ね。という感じで、いつもやっています。はい。まあ、これに関しては僕の経験でお話をしているので、例えば、楽器屋さんだとかね、あとはリペアマンの方とか、この動画を見ていて、いや、なんか、そんなにももっといい方法があるよだとか、その方法はちょっとね、どうかなっていうご意見もあるかもしれませんので、忌憚のないご意見お待ちしております。はい。ということで、ホルンのプチ情報、第1弾ということで、お送りしてきました。どうかなこの、この動画がね、たくさん見てもらえるかどうかっていうのはわかりません。もしかすると、車好きな方ばっかりがいらっしゃるので、そっちの方も、なんだこれって言って見てるかもしれませんけども、まあなんかね、やっぱりホルン、金管楽器っていうのは、車と近い部分って結構あるんですね。昔もね、ちょっと車のパーツを楽器につけて試したりなんかもしてみましたけども、またそういうこともあったら試してみたいと思いますし、あと、いくつか、プチ情報、知っとくと便利かなっていう情報っていうのがあるので、また次回の動画の時にそれを、皆様にお伝えしたいと思います。はい。ということで、なんか変な感じですね。いつも車なんだけど、楽器を持ちながら、ね。この動画がいいと思いましたら、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他の動画もたくさん見てください。ということで、里芋でした。里芋こと、竹村噛んだ。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。里芋こと、竹村でした。じゃあね、バイバイ。